理完了。もう大丈夫だよ。いつも通りセンシティブな映像はどんどんカット。カットくんだよ。よろしくね。それって本当ですか、稲本さん。はい。前回のことも考慮に入れると、偶然と考えるにはあまりにも無理があります。一回だけなら偶然もあり得るけどってことですか？なんとなく似てるってだけならともかく、ぴったり同じってのはありえないよ。それも2回ってなると。つまり2度あることは3度あるってやつだな。仁太郎、珍しくことわざは合ってるけど使いどころは間違ってるよ。なんだと？あながち間違ってるとは言えません。このままだとまた同じことが繰り返されるでしょう。いえ、次はもっと大きなが起きるかもしれません。それって。はい、おそらく我々の中にスパリアム。考えれば考えるほどリアムのことがわからない。何この気持ち。何なのあいつ。わかんない。あいつ一体何なの。ああ、もうこんなの書けないよ。何この課題。何って自分のライバルのこと書く課題だろ。こんなの簡単じゃねえか。お前のことくらいいくらでも書けるぜ。見てろ。オタクはオタク、ゴタクをほざく、うるさく、うめく、愛之助。何それ。じゃあこっちもガサツなバカで邪魔なデカブツ、空気の読めないうざだめ男。てめえ喧嘩売ってんのか。つが韻も踏んでねえし、リリックはライムが命だぞ。たく何やってんだお前ら。韻を踏むとか以前に課題曲のメロディーと全然違うだろ。今回の課題は全員同じ曲に乗せて自分のライバルをテーマに歌詞を書く。勝手にラップになんかしたら0点だよ。分かってるよんなこと。そう課題に忠実にライバルの歌詞を考えてたら、空気の読めないうざだめ男になったってだけ。んだとてめえ。でもこれが僕たちの最終課題になるんですね。そう思うとめぐるさんのことをテーマに歌詞を書くのってなんだか感慨深いですね。俺も改めて明石のことを書けと言われるとどこか重はゆい。俺もモネさんのことを書こうと思ってずっとモネさんのこと考えてたら、なんかこう不思議な気分になってさ。そのまま実際にモネさんに会うとなんだか照れちゃうんだよね。僕も。聞いてたのモネさん。ドキドキするからやめてよ。それって吊り橋効果みたいなこと？ちょっと違うと思いますが、心理的には似たような効果があるかもしれません。僕もめぐるさんのことを書くためにずっとめぐるさんのことを考えていたら、めぐるさんのいいところを改めて認識し、めぐるさんに対する好感度がめきめきと上がっているように思えます。そうか。明石、思う存分思いの丈を書き綴ってよいぞ。うちここんとこずーっとリアムのこと考え続けてるけど、全くそういう考えに至らないんですけど、むしろイライラしてヘイトがたまるんですけど。その通り。俺も全く同感だ。なんだ、気が合ってるじゃないか。どこが？ほらな。相手のいいところを見て書こうとしているか、悪いところを見ているかの違いかも。でもいいところも良くないところもどちらも本人だから、それも個性ってことで書いてみるのもいいかもしれないよ。個性か。ケイト個性そんなに強くないから、ケイトのこと書かなきゃいけないヒロミは大変かもね。いや、ケイト君は個性いっぱいあると思うよ。ケイトこう見えて意外と普通だよ。まあ自分のことって自分ではなかなか見えないものだよね。そういえばケイト、その被り物最近は被り方が浅いよね。前はいつも目いっぱい深くまで被ってたのに。確かにな。その頭の鳥、前は脱いだ時もすぐ近くに置いてて、撮影の時もカメラに映る画角ギリギリまで近くに置いて、
撮影が終わった途端すぐ被ってたのに、最近じゃメイクルームに置いてきてるもんな。ここでみんなといるうちにケイトがケイトでいてもケイトなんだなって思えるようになって。何を言ってるのかさっぱりわからん。まあいろいろあったということですよね。あったよね、いろいろ。今ビバレンセカンドドキュメンタリードラマにおける7大事件をまとめてるんだけど、7つじゃ収まりきれなくて、やっぱり明石の炊飯器空だき事件は外せないよね。それは外してください。大した事件ではありません。良いではないか。人は失敗を重ねて成長するもの。それを記録するのは至極有意義であろう。そうそう、いろいろ無茶はあったけど、そのおかげでライバルという存在を改めて考えさせられたしな。確かにインターナートでの生活はライバルの大切さを認識できた日々でした。ライバルである明石の成長は俺の成長でもあり、喜ばしいこと限りない。ライバルか。どうしたのヒロミ？ライバルのケイトのこと歌詞に書くのやっぱり難しい？いや、そうじゃなくて、ライバルってことそのものがちょっと気になっちゃって。この最終オーディションのメンバーってもともとは16人の予定だったよね。ああ、それが急に6人減って今の10人になったんだよな。もし最初の予定通り16人だったとしたら、この組み合わせでオーディションを戦ってたのかなって。10人になったことでこの組み合わせに変わっちゃったんじゃないかなって。俺の本当のライバルは違う相手で、それが予定が狂ってケイト君がライバルになったんじゃないかって。俺の本当のライバルって誰だったんだろう。おい、ストップ。愛之助、今のところお前の立ち位置もっと前だろ。ここで合ってるよ。シンバとミケラの延長線上だもん。それじゃあ俺がステップ踏む距離取れねえだろ。リアムの位置が前出過ぎたんじゃない？あ？俺が間違ったってのか？はあ、いい。もう一回やろう。しっかりしてくれよ。俺のライバルなんだからさ。何それ。たまたま組み合わさっただけのライバルじゃない。何マジになってんの？あ？まあそんなぶつからなくても。ライバルは仲良くしよう。モネさんはいつもマイペースだよね。いつも眠いし。考えてみたら俺とモネさんのライバル関係もどんなものなんだろうね。みんなしっかりしてよ。ここに来て何乱れてんの？気になってんだよみんな。ライバルってことに。なんだよシンバまで。さっきヒロミが言うまで気づかなかったが、このオーディションのライバル関係は予定とは違ってた可能性があるんだよな。そうだろヒロミ。だからこのオーディションを通して俺たちが掴んできたものって本当はもっと違うものだった可能性もあるんじゃないかなって。じゃあ俺たちが今までやってきたこと全部偽物だって言いたいの？いや、決してそういう意味じゃ。バカらしい。関係ねえよんなこと。ライバルの組み合わせがどうだろうと俺は俺の考えで行動してんだ。そうだよ。うちもうちの気持ちで動いてるの。休憩だ休憩。頭冷やしてやり直しだ。こんなんでレッスンやっても身につかねえ。集中力を欠いた状態でのレッスンは危険でもあります。少し休んでリラックスしましょう。賛成だ。気晴らしに茶でも立てよう。いいですね。ぜひいただきます。ライバルがなんだってんだよ。関係ねえよ。まだ言ってる。休憩して頭切り替えるんじゃなかったの？
そうだけど気になるじゃねえか。んなこと言われたらよ。ま、気になるやつは気になるだろうな。このオーディション、予定通り16人だったら誰と組んでたんだろうってね。うちはもう少しデリカシーのある相手と組んでたかも。なんだと？俺はデリカシー特盛りだろうが。あれ、これって。どうした京也。 SNS 見てたらちょっと気になるショート動画があって、これだけど。あ？どれどれ。オーディション番組の切り抜き？これ俺たちと同じオーディション形式みたいなんだけど。ねえ、これってリアクション対決じゃない？ああ、前に俺たちに出されてたのと同じ課題だな。急に変更になってリアクション対決はやめることになりましたが。もしかして俺たちの課題が変更になったのってこれとネタが被ってたってことじゃないかなって。大人の事情ってそういうことだったの？確かにネタが被ってたらインパクトに欠けるよね。俺たちの課題が変更になったってことは向こうの方が先に発表したってことか？そうかも。しかしこの課題、見れば見るほどよく似ている。いや、酷似しているというべきか。確かにネタが被ることはあると思いますが、普通は少しくらい違うところがあったりするものですよね。でもこれぴったし同じルールだよね。偶然ってすごいな。まあたまにはそういうこともあるよ、きっと。あれ？どうした？ここに映ってる人、どこかで見た覚えがあるなって思ったんだけど、俺たちのオーディションにいなかった？おー、確かに。いたいた、見たことある。それがなんで向こうの最終オーディションにいるんだよ。待って、こっちの人も見たことある。それを言ったらここに映ってるこいつもいただろ。ねえ、この人は？まだいるんですか？俺の記憶が確かならば、この6人は俺たちのオーディションで見た記憶がある。待て待て、どういうことだよ。つまりこの6人はこっちのオーディションに落ちたんで向こうのオーディションに応募したってこと？いや、俺の記憶が確かならば、彼らはこの最終オーディションが始まる直前までこっちにいた。それじゃあ向こうのオーディションの応募締め切りを過ぎてるだろう。落ちてから応募なんてできねえぞ。こっちと二重に応募してたとか？無理無理、予選の時期かぶってたし。じゃあなんで？もしかしてこの6名はこちらから引き抜かれたってことですか？そうだよ、きっと。この業界はそういうところなんだよ。汚いこともいっぱいあるんだ。さて、こんな感じかな。音符と歌詞のふわりも悪くないし。ヒロミ、課題もかけたんだ。うん。あとは実際に歌ってみて、イントネーションの馴染みをチェックかな。すごい早い。ケイト君は俺のことを歌詞にかけたかい？まだ全然。すごく難しいね。そっか。俺あんまり特徴や変わったところとかないからな。あるよ。すごく変わってる。そうかな。でもなんて書いたらいいのかよくわからないんだ。俺も自分で自分のことはよくわからないからな。ヒロミはケイトのことどうやって歌詞に書いたの？どうやってっていうか、思った通りに書いただけだよ。見てみる？いいの？構わないよ。はい。ありがとう。いいよ。別にこれを見てもケイト君は俺の真似はできないし、ケイト君は俺のことを書かなきゃいけないんだから。どう？すごくよく書いてくれてる。ケイトってとっても明るくて元気でいい人みたい。ねえヒロミ？何？もしかしてヒロミはライバルがケイトじゃない方が良かった？いや、
そんなことはないよ。本当に？本当だよ。さっき最終オーディションが16人だったら違う人がライバルだったかもって言ってたよね。ああ、いや、ごめん。そういう意味で言ったわけじゃないんだ。人間関係って複雑で、誰と出会うかで運命が変わることもあるから。前の会社でそういうの見たから、ちょっと気になっただけなんだ。そう。だから俺は別にライバルが誰になるかにはこだわってないんだ。そう、誰でもよかったんだ。だからケイト君でもよかった。ケイト君がライバルでよかったって思ってる。ヒロミ？この歌詞本当にケイトのこと書いてくれた？君時々鋭いよね。やっぱりケイト君がライバルでよかった。それに俺にはやらなきゃならないことがあるんだ。だからせっかくライバルになってくれたケイト君にはむしろ申し訳ないと思ってる。ヒロミ？あ、なんでもない。忘れて。課題の歌詞実際に歌って調整してくる。それじゃ。頑張って。ヒロミ。気になるな、あいつ。リアム！すまん、立ち聞きしちまった。なんだか入りにくくて。故に許されよ。みんな。ヒロミのやつ、社会人経験あるだけにちゃんとしてるんだけどさ、よくわからないところはあるよな。あんまり自分のこと話さないし、何か隠してるのかな。隠し事、秘密があるのかも。ヒロミに秘密？けど同じエメラルドチームだからヒロミのことよく見てるだろう。何か知ってるか？知らない。きっと何もないよ。そうか。ならば問題はない。ライバルのケイとかそう言うんなら。大丈夫。きっと。しかしヒロミは先ほどやらなきゃならないことがあると。ヒロミのなすべきこととは一体。なんだかケイト君といると調子が狂うな。この世界は全部嘘でできてるみたいなものなのに、どうしてみんなそんなに本気になれるんだ。いいんだ、構わない。俺は俺がやるべきことをやる。それだけだ。なんだ？緊急連絡、緊急連絡。全員直ちに談話室に集合してください。繰り返します。全員直ちに談話室に集合してください。一体どうしたんですか、稲本さん。緊急の呼び出しだなんて。よっぽど重大な話なんだろうな。はい、とても重大な話です。マジで？申し訳ありません。今皆さんが進めている最終課題は作業を中止してください。最終課題を変更します。皆さんには新しい課題に挑んでもらいます。それってどういうこと？せっかくめぐるさんの歌詞を書いたというのに、何か問題があったのか？誰かカンニングしたんじゃねえだろうな。この課題でカンニングのしようなんかないだろ。皆さんに問題はありません。あくまでもこちらの事情です。そういうこと。気合い入れてたところ悪いけど、新しい課題で頑張ってほしい。シオンさん、もういる。何の段取りもなしに。いつから同じ空気吸ってた？たくやってらんねえぜ。せっかく準備してたってのによ。仁太郎さんも。
準備って別に仁太郎が課題やるわけじゃないんだから関係ないでしょ。あるんだよ、心がけってもんが。それ多分心がけじゃなくて心構えって言いたかったんじゃ。ちげえよ、その心構えを心がけるって意味で言ったんだよ。すごい、仁太郎が言い訳に頭使ってる。アグリスさんに双葉さん。確か皆さんは最終課題の審査員として見えるはずじゃ。本来ならその予定だったんだけど、課題そのものが変わってしまったからね。メンターとして皆さんをサポートすることになったんです。急な課題変更で混乱すると良くないからね。でもどうして急に変更になったんですか？運営的にいろいろ考えることがあって。そこんところは大人の常識ってやつだ。察してくれ。大人の事情を。大人の常時を察したらやばいよ。細かいこと気にすんなよ。とにかく言っちゃまずいことさえ言わなけりゃいいんだろ。言っちゃまずいことって何ですか？そりゃまたよそと課題がかぶっちまったことに決まってるだろ。課題かぶったんですか？そんなことってあるんですか？おい仁太郎、それ秘密ですよ。皆さんが動揺するといけないので秘密にしてくださいとお願いしたはずですが。どうして言っちゃうの？そうだっけ？確か課題がよそとかぶったことは言ってもよくて、秘密にしないといけないのはこの中に。ダメ黙って仁太郎。何すんだよ。こっちのセリフだよ。もう危ないったらないよ。とにかくそんなわけで近日中に新しい最終課題を用意いたします。それまでいつものレッスンを続けてください。あれ？俺なんか間違えたか？いや、間違ったのは仁太郎に秘密を共有した僕たちだ。ヒロミ、何を考えてるんだろう。俺は俺のやるべきことをやるだけ。限界なんて超えてこう Nobody の好きな想いを叶えるために今行こう Wake me up この瞬間立ちはだかる高い壁は突破して目指すのさ New One 全て超えてけるはずさ It's your time 燃えてるライフ火花散らしながら Go fast 全てをかけて勝ち進むだけビリギリを背負いけるところまで Hey now突き抜ける衝動